最寄り駅から電車に乗って出かけようとしていた時のことだった。その日は9月の半ばでまだ暑く、一番前の車両に乗って少しでも人混みを避けようと、一番前の列に並んで電車を待っていた。私の前には小学1、2年生くらいの男の子が一人で立っていた。運転交代のためか、近くに駅員さんがやってきた。すると前にいた小学生が駅員さんに駆け寄って言った。駅員さん、駅員さん。なんだい？このお金でお空のお母さんのところへ連れてってください。小学生はお金を差し出し、駅員さんにお願いした。それは、駅員さんは困惑していた。お空のお母さんということは、この男の子の母親はこの世にいないのだろう。私も幼い頃に母親を亡くしていたので、心が締め付けられた。でもそんなことを言われてもどうしたらいいかわからない。同じ境遇の小学生をどうにかしてあげたいと思いながらも、どうすればいいだろうと私も迷っていた。すると後ろに並んでいたスーツ姿のヤンキーがすっと列から離れて小学生の隣にしゃがみ込んだ。そして「おう坊主、お空のお母さんのところに行きたいのか？俺がお前をお母さんのところに連れて行ってやるから1ヶ月だけ時間をくれないか？」と約束しだした。あっけに取られた。本当？ああ、もちろん。1ヶ月後にまた会おう。でもその前に。ヤンキーは胸ポケットから紙の学生証を取り出し、後ろに事情と住所と電話番号を書き出した。それを小学生に渡して名前を聞いた。お前、名前は？ユウだよ。ユウ、これをお父さんに渡してくれ。お父さんに今日のことを話して、お母さんに会っていいか聞いてくるんだ。いいって言われたら、後ろに住所も書いてあるから、お父さんと一緒に俺の家に来い。な、今日はひとまず家に帰りな。わかった。小学生が走って去っていった。私は出かける用事を後回しにして列から抜け出し、ヤンキーに聞いた。どうするんですか？ああ、まあ、段ボールで電車を作っていろいろするんだよ。空に行きたいって言ってたから、電車の窓か外側に雲を描いて動かしたり、穴を開けて外から照らして星の中を進んでるみたいにしたり、あとはユウの父親に理由を話して母親の写真借りようかなとか、学生証の裏に電話も書いたし、連絡来るだろうよ。私はそのヤンキーの発想に感動した。もしよければ、それ私にも手伝わせてくれませんか？私も小さい頃に母を亡くして、あの小学生のことをどうにかしたいって思ったんです。あと、私保育士なので工作は得意です。マジで？助かるわ。俺、トラスケ、高3。来年は美大に行くつもりだから、俺も工作は得意だぜ。高校生？なんで制服じゃなくてスーツなんですか？今日オープンキャンパスだった。オーキャンなら制服か私服で行ったらよかったんじゃ。制服ボロボロだったし、俺が私服で行ったらヤンキー感増すんだよ。で、お前の名前は？佐藤です。高校生で来年は美大に進学予定というヤンキーのトラスケ君にびっくりしたものの、その後私たちは連絡先を交換し、予定を合わせた。私の次の休みが来週の日曜日だったので、その日にトラスケ君のお家にお邪魔して工作をすることになった。トラスケ君のお家は古いアパートの1階だった。中に入るとおばあちゃんがいて会釈した。古くてびっくりだろ？
俺んち両親が蒸発したんだよ。いなくなる直前、親父が俺を祖父母の家に預けて、それからずっとここに住んでるんだ。まあ、親のせいで一時期俺もグレだけど、今はなんともねえな。そうなんだ。って、わあ。重い話に返事に困りかけた私は、トラスケ君が先に進めておいてくれた電車を見て感動した。さすが美大を目指すだけあって、電車の形も車両の一部だけ色付けされたところも完璧だった。私が手伝えるか心配になってきた。何言ってんだよ、お前もやるんだろ。佐藤はほら、雲の絵担当な。でも、なんで絵を描くのが好きになったの？じいちゃんが絵を描くのが好きだった影響。そこの棚にあるスケッチブック、全部じいちゃんの描いた絵だよ。見てもいい？一つ取って開いて驚いた。水彩の風景画だったのが空気まで感じられるくらい爽やかな絵だった。すごいと言うと、隣の部屋でコップに麦茶を注ぐおばあちゃんが照れたように笑った。そう言ってもらえると私も嬉しいですよ。はい、麦茶どうぞ。暑かったでしょう。ありがとうございます。おばあちゃんが入れてくれた麦茶を飲んで一息ついてから作業に取り掛かった。雲を描く集中が切れてふと顔を上げると、トラスケ君が私のことを動画に収めていた。なんで撮ってるの？ユウの父親に送るから。今までも俺一人の作業を動画に撮って送ってたんだ。学生証を返しに来てくれた時、いまいち信用してない感じだったから安心してもらおうと思って。トラスケ君は工作を進めてくれていた上に、ユウ君のお父さんにも交渉していたんだ。なんだかいろいろやってもらって手伝いを言い出したのに申し訳なくなる。俺以外にもユウのためにやってんだぞって送ってやるんだ。偶然居合わせた保育士の佐藤も協力してるんだぞって。動画送られるの嫌だ？うん、それなら送って。誠意を見せたい。サンキュー。10月に入ったある日のこと。その日も電車作りをしていると、チャイムが鳴って男性がやってきた。ユウ君のお父さんだとトラスケ君が耳打ちしてくれた。学生証を返しに来た時にトラスケ君とおばあちゃんは会っているけれど、私は初めてだった。おばあちゃんにリビングまで通され、ユウ君のお父さんがお茶を飲んだ。おばあちゃんが手招きするので、私たちは絵の具だらけの手もそのままに椅子に座った。こんにちは。この前も一度来たけど、佐藤さんとは今日が初めてですよね。はじめまして、ユウの父親です。ユウのためにいろいろしてくれてありがとう。この間はどうも。学生証を返しに来てくれて。今日はどうしたんだ？実はトラスケ君と佐藤さんが電車を作ってくれる動画を見て、ようやく決心がついたんだ。これ、ユウ君のお父さんはバッグから数枚の写真と母子手帳を取り出した。妻の写真を見ることでユウに回想してほしい。過去と向き合うことで前を向いてほしいっていうトラスケ君の提案がいいことだと思ったんだ。だからぜひこれを使ってほしくて。生まれた時の写真、子育てをする写真、幼稚園生くらいのユウ君とお母さんの写真など、たくさんの写真を差し出してくれた。ユウが駅員さんに妻のところに連れて行ってほしいとせがんだみたいだね。ユウが小学生になってすぐ電車に乗ったんだが、いつも車だったから初めて乗る電車にユウが感動して、どこまで行けるのって聞いてくるから、
日本全国どこまでもどこまでも遠いところまでなんて答えたら、お母さんのいるところに持って聞き返してくるから、涙が出そうになるのを隠すのに精一杯で、そうだよなんて答えたから、ゆうくんのお父さんの言葉でようやく理解した。ゆうくんは電車に乗ればお空に行ったお母さんに会えると思ったのだ。電車でどこまでも行けると信じているから。それでこの母子手帳は俺の思いつきなんだが、妻が手帳の余白にゆうへのメッセージを書いていて、もし使えれば使ってほしいと思って。幼くして母親を亡くしてしまったゆうくんに前を向いてほしいと思っているのは、私たちはもちろんお父さんも強く願っていたようだ。ありがとう、ゆうのお父さん。お借りします。トラスケくんが写真と母子手帳を受け取り、私たちはゆうくんをお空のお母さんのもとへ連れて行く電車の完成に急いだ。10月の半ばになった。段ボール電車が完成し、ゆうくんとお父さんを呼んだ。ゆうくんは古いアパートにボロいとはしゃぎながら入ってきたが、部屋の中の電車を見つけるとすぐに駆け寄ってきた。こんにちは、ゆうくん。この間お空のお母さんのところに行きたいって言ってたよね。私が話しかけるとゆうくんはうなずいた。じゃあこの電車の中に体育座りで入ってくれるかな。連れて行ってあげるから。そして中にゆうくんを入れ、出入り口も段ボールで塞ぎ、空への旅と称して演出を始めた。電車には四角にくり抜いた窓があり、太陽の光が入って段ボールの中は明るかった。それではゆうくん、お空の旅に出発進行。私の掛け声に合わせてトラスケくんが段ボールを揺らし、窓の外に雲の絵をセットし動かした。絵を動かすことで前進しているかのように見せるのだ。時々トラスケくんがどっと電車を動かすと、嬉しそうにゆうくんは叫んだ。アトラクションに乗っているような楽しそうな声だ。すごい、お空飛んでる。お母さんのところに行けそう。喜ぶゆうくんの声に交錯した私たちも嬉しくなった。それから素早く車両の両側の壁を取り替える。今までは四角くくり抜いた窓があって明るかった車内は、小さな穴しか開いていない壁に変わって一気に暗くなる。一気に暗くなる。ほとんど密閉空間になった車両に向かって両側から懐中電灯の光を動かしながら当てる。中から見るとそれはまるで、わあ、星の中走ってる。星の中を走っているかのように見えるのだ。空を突き抜け宇宙まで飛び出したゆうくんの電車。少しの間その幻想的な空間を楽しんでもらって、最後は私の出番だった。一番前の壁は紙芝居ができるようになっていて、そこにお父さんから借りた写真を成長していく順に使うのだ。保育士として毎日園児に紙芝居をしている私は、ゆうくんにお母さんの思いを読み聞かせた。この読み聞かせには母子手帳に書いてあったゆうくんのお母さんの言葉をそのまま使った。まずは生まれた時の写真。2010年11月20日、男の子が生まれました。名前はゆうくん。優しく優雅に育ってほしいと願いを込めて、お母さんが
名付けました。生後3ヶ月の写真にスライド。ゆうくんは夜泣きがすごいです。毎晩泣いてお母さんを求めてきます。いっぱい甘えたいんだね。たくさん泣いて、たくさん甘えてください。今ならたくさんゆうくんを抱きしめられるので。1歳の写真、中からかすかにすすり泣く声が聞こえてきた。1歳になりました。誕生日祝いをしても不思議そうな顔です。これからも毎年大きくなっていくゆうくんを見守るからね。5歳の写真、七五三です。大きくなったな。神社の鳩に大泣きしています。泣き虫なところは変わりませんね。ゆうくんには強くて優しい男の子になってほしいです。6歳の写真、入院中のお母さんのそばで眠っている写真。ゆうくん、ごめんね。お母さん、病気のせいで、ゆうくんが大きくなるまで一緒にいられなくなりそうです。もっとずっとそばにいたかったのにごめんね。最近は病室に来るたびに泣いて、帰る時も泣いて、お母さんも泣いています。ゆうくんが大きくなるのを見届けられないことも、病気のことも、なかなか受け入れられません。でも、お母さんがいつまでも現実から逃げていたらダメですよね。お母さん、病気と真正面から戦います。それでダメだったとしても、後悔はないです。ゆうくん、もしお母さんがいなくなったら、悲しくて受け入れられないかもしれません。でも、悲しいことを受け入れて立ち向かわないと、前に進めません。いつもお見舞いに来てくれた時に言ってるけど、この世からいなくなっても、お母さんはお空から見守っているから。だから、前向きに生きてね。しばらく泣き声が聞こえてきて、電車を開けることができなかった。声が落ち着いてきて開けてみると、泣き疲れたゆうくんはそのまま段ボール電車の中で眠っていた。お父さんがそっと抱き寄せ、トラスケくんの布団に寝かせることにした。夕方になって起きたゆうくんは、夢の中でお母さんに会えたと言った。僕、お空のお母さんに会えたし、いつでも見守ってくれてるって言ってたから、もう大丈夫。その言葉に、私たちは安堵した。やっと前向きに生きていく決心ができたようだった。それから数ヶ月後、トラスケくんから第一志望の美大に合格したと連絡が入った。私も含め、みんな前向きに生きている。それからあの時の手伝いのお礼と、小さい頃に亡くした母と私の並んだ水彩の絵を描いて送ってくれた。今も私の部屋に飾ってある最高の宝物だ。